30熱心党の密談。イエスはマリアの熱心な説得があったにもかかわらず、アサフを連れてエリコに旅立った。今度の旅ではいつもの彼のように寓話を話したり、イスラエルの古い歌を歌ったりはしなかった。イエスの顔つきは暗く、心の中で何かと戦っているように思えた。このことをアサフはシモンと再会した時に真っ先に語った。シモンは言った。あなたの先生はご自身の道を進むにあたって一時にたくさんの重荷を背負っておられるんですよ。でもね、きっと彼とイスカリオテの二人は反乱軍のリーダーになって神の王国を打ち立ててくださると信じているんです。イスカリオテの兄貴はかっての大軍の将ヨアブのようになり、私自身は立法の権威者ユダにお仕えすることに決めているんです。シモンはイエスのところへ行き、案内役を申し出た。三人は強い日差しによってバリバリに裂けた岩の間を歩いていった。そのあたりには一本の草も生えていなかった。水もなく、天からの露さえも降りず、そこは実に荒涼としたベルゼブル、悪魔の大王の王国のようであった。寂しい場所におおよそ30人ほどの熱心党の代表らが集まって、イスカリオテの兄の首領を囲んで話し合っていた。彼らの話を聞きながらアサフはシモンに耳打ちした。ユダは自分が訓練した軍隊の力を自慢しすぎていますね。事実武器は十分に備わっていたが、それをうまくこなせる人間はとても少なかった。それよりも反乱の狼煙を上げる瞬間のために、あらゆるものを犠牲にしてもよいという一種の信念がみなぎっていた。彼らはこのことについて長々と話し合っていた。ユダは突然イエスの方を指しながら叫び出した。諸君、我々のために現れた預言者、王者を見てください。この方は多くの病人を癒す奇跡の人である。彼はこの私を分厚い死の扉から救ってくださった方である。その上、絶妙な和法によって人々の心を動かす奇跡を行う方でもある。鳩の谷の洞穴では乱暴な連中の心を捉え手なずけてしまわれた。この方にユダヤ中を回って民衆に天の王国について語っていただきたいのだ。彼らがこの方を預言者であり我々のリーダーであることを知れば我々は立ち上がれるのだ。それからローマ軍をエジプトへ追い出し異教徒を追い出せば天の王国が出来上がるのだ。この偉大なるメシアを見てください。熱心党の輩は大声を張り上げながらイエスを褒めたたえた。しかしイエスは彼らの叫びを押しとどめ、そんな要求は受け入れられないと言っても、彼らはただワイワイ言うだけで、イエスの声に耳を傾けようとしなかった。イエスは悲しそうにつぶやいた。兄弟よ、あなた方は私のことを知らないのです。平和を作り出す人こそ本当に祝福に預かれるのです。そのような人は神のこと称えられるでしょう。この世の力に頼る計画は理性を鈍らせ、人を狂わせてしまうのです。イエスはユダを睨みながら堂々と言った。あなたは自分のところへ帰りなさい。そして首領である兄に従うのです。天の王国は人々の心が大きく変わらなければ決して与えられるものではありません。律法や規則などでは必ず失敗するでしょう。天の王国は神のものですからね。心の中に王国を迎え入れる用意のできているものだけに与えられるものなのです。たとえ農夫であっても卑しい人間であってもね。ユダは腹を立て、辺り構わず怒鳴り散らした。あなたは私を裏切りましたね。分かっていたんです。あなたはガリラヤの中でも最も卑しいナザレ人だということをね。おお、その卑しい人間こそ神の祝福が受けられるのです。天国は彼らのものですからね。この途端、熱心党の輩は一斉に立ち上がり、イエスに襲いかかろうとしたとき、今までの様子を岩の上からじっと監視していたローマ軍が駆け下りてきて、熱心党の輩を取り巻くようにして近づいてきた。それに気がついた熱心党の輩は、アリの子を散らすように逃げ去り、大小無数の洞穴めがけて潜り込もうとした。その場にはイエスだけが取り残されていた。6人ほどの兵隊がイエスの方へ近寄ってきた。見ると丸腰のイエスを見て言った。お前は誰だ？私は大工で平和を愛する者です。
イエスの気高い顔を眺めながら他の兵隊が叫んだ。こいつは熱心党の輩じゃないぞ。それよりも狐みたいに穴に潜り込んだ奴らを捕まえるんだ。急げ。その兵隊は熱心党の輩が逃げ込んだ洞穴の方を指さした。兵隊はすぐさま洞穴の方へ行った。後からやってきたローマの兵隊は道端で祈りを捧げている男の姿を見た。彼らはその男の祈りを妨げないように立ち去った。彼らは聖人とみなした時には敬うように命令されていたからである。間もなく谷から谷へと大きな叫び声やうなり声が響き渡った。まさに死の天使がそこら中の谷合を通り過ぎていった。15人以上の熱心党の輩が殺されてしまった。そしてなおもローマ軍は生き残った者を追いかけていった。死体をついばむハゲタカがゆっくりと上空を旋回していた。日が暮れようとしていた頃、イエスはあちこちを探し回り、ついにアサフの死体を見つけることができた。無残にも突き刺さっている槍からは血が滴り落ちていた。アサフは眠るように横たわっていた。イエスは彼の霊がすでに肉体を離れていることを知った。しばらくして彼は静かに葬れる岩穴を探し、死体をそこへ運ぼうとした。するとそこへシモンがやってきてイエスに声をかけた。彼はじっと岩陰に隠れ、イエスの後を追ってきていた。先生、アサフの体を運ぶんでしょう。手伝いましょう。そうなんですよ。ハゲタカの餌にはしたくないんでね。二人はアサフの死体を安全な場所へ運んだ。ピリポ・カイザリアからずっとイエスの後についてきたアサフは、ついにこの地で世を去った。